テレビアニメバンドリアベムジカ第11話をアニメムジカの制作を担当した3次元者の解説を交えて振り返ります。随所裏話を交えていますので、このシリーズ動画を見ることでアニメムジカにかなり詳しくなれると思います。ざっくりとにはなりますが、アニメムジカの魅力を振り返っていけたらと思います。第11話で描かれるのはウイカちゃんの回想。ウイカちゃんの回想は自分自身への独白で描かれ、話のどこまでが真実で記憶違いなのかは制作側の意図で隠されています。これは今後の続編やガルパに向け謎や伏線を仕込むためです。今回はまずウイカちゃんの回想を振り返り、その後散りばめられた謎や伏線を紹介します。考察の好きな方は想像を広げてみてください。ウイカちゃんのマナは初音、サキちゃんの祖父戸川貞治と戸川家の別荘の管理人との間に生まれました。貞治は戸川家の婿養子でしたが、初音ちゃんと母を東京に呼び寄せ一緒に暮らそうとします。しかし母は戸貞治の誘いを断り、初音ちゃんを島で一人育てることを選びました。やがて母は島の漁師と子をも受けます。初音ちゃんに妹ができました。姉妹の顔は似ていて、性格は正反対でした。養父は初音ちゃんを本当の家族のように可愛がりました。けれど初音ちゃんはその度、自分が本当の家族ではないことを実感しました。家族から一人抜け出し、夏が来ました。初音ちゃんは知っていました。メイの存在を教えたのは母。メイの名を教えてくれたのはウイカでした。しかし母は初音ちゃんだけに言い聞かせていました。初音ちゃんは思いました。夏休みが終わりに近づき、サキちゃんは東京に帰ることに。その前日に初音ちゃんは一度だけサキちゃんと会います。メイに会いに行った理由は、メイの幸せを確かめるためでした。この日、ウイカは熱を出して寝込んでいましたが、初音ちゃんはウイカの笑顔を真似ました。二人は昼も夜も遊び、一緒に星を見ました。初音ちゃんは生まれ変わった気がしました。それがウイカの人生の始まりでした。サキちゃんが東京に帰った後のことを初音ちゃんはこう回想します。ウイカはひどく悲しむから、涙を流さない。私は否定したい。その度確信する。だから人間になりたいと思った。単身島を出た初音ちゃんは東京ですぐスカウトされました。アイドルになればサキちゃんに見つけてもらえるかもと思い、事務所に所属。名前をウイカと名乗り、保護者に戸川貞治の名を出しました。3次元者によれば、この事務所には戸川の関与がありました。初音ちゃんはすぐにスミミとしてデビューが決まります。スミミのお披露目イベントで初音ちゃんはサキちゃんの父戸川清次を見つけます。サキちゃんに会えるかも、そう思い話しかけました。清次と言葉を交わすうちに思いました。初音ちゃんは伝えました。清次は貞治を説得。貞治はこれを拒否。加えて初音ちゃんは二度と戸川に近づけさせないと言い切りました。初音ちゃんは回想します。母の言葉が浮かびました。だとしても初音ちゃんは幸せでした。サキちゃんといることが。だから欺き続けました。お互いの不幸を欺きたくて。貞治が鉄槌を下すまで。さてここまでがウイカちゃんの回想の全容です。仕込まれた謎と伏線は10個あります。順に紹介します。まず基本の謎を2つ。1つは妹ウイカの正体。ネットではこんな考察がされているそうです。私は考察系を全く見ないようにしていて、未確認で進めるのもなんですが、ご興味のある方は調べてみてください。謎の2つ目、初音ちゃんがウイカの名で高校に通えるのかについては、リアルでは問題がなく、学校側が許可すれば、通称や芸名で通学できます。
初音ちゃんは住見のウイカとしてアイドル活動をしており、プライバシー保護のため別名を許可されているのかもしれません。さてここから本題です。第11話はいわば初音ちゃんの白チュームです。制作側は初音ちゃんの回想にあえて辻褄の合わない点や違和感を仕込んでいます。8個一度に紹介します。まず、初音ちゃんを席に入れようとしたのは誰なのか。初音ちゃんはこう回想しています。初音ちゃんを席に入れる話は一体誰が出したのでしょう。貞治だとすると清次との言い争いに矛盾が生じます。ウイカが誰かと直接会っている姿を初音ちゃんが見ている描写がありません。ウイカはいつも初音ちゃんと二人きりの時だけ現れます。なぜなのでしょう。不思議なのは養父の死因もです。絶妙に伏せられていて海上事故とも遭難とも受け取れます。制作側が単にぼかしたとも思いますが、初音ちゃんが死因を思いつけなかったとしたら、また回想で初音ちゃんが思い描く養父の像が抽象的なのはなぜなのでしょう。なぜ清次を頼ったのか。初音ちゃんは咲ちゃんの連絡先を知っていました。多分手紙のやり取りで知ったのでしょう。しかしお披露目式で初音ちゃんは清次にこう話しかけています。なぜ咲ちゃんに直接連絡せず清次を頼ったのでしょうか。最後の4つはこの人物に関するものです。貞治は回想と事実との両方で特に違和感のある行動をしています。初音ちゃんは回想で自分は貞治の娘だと事務所に伝えています。これが事実なら貞治は事務所をコントロールしていなければ隠し子がバレる危険な状況にあります。当然ムジカのことも知っていたはずです。ではなぜ娘と孫のバンド活動を黙認しているのでしょうか。回想の貞治は初音は二度と戸川に近づけないと明言していたはずです。仮に貞治がウイカとして接しているならと目をつむっていたとします。それならなぜ初音とバラしたのでしょう。初音ちゃんの回想と事実の貞治は辻褄が合わないのです。また回想の貞治は初音ちゃんと母を東京に呼び一緒に暮らそうとしていました。母子を監視するためでしょうか。しかし貞治は母が島で育てることを受け入れています。貞治は母子と一緒に暮らそうとした。これを事実として理由をそのまま受け取ってみます。つまり貞治は母子を愛していたという見方です。アニメムジカでは徹底してクソクソ親父に描かれてきた貞治ですが、実は愛情のある人物だとすると貞治ムーブの辻褄が合います。娘と孫のバンド活動を容認したり、孫の身勝手な賠償の尻拭いをしたり、娘と孫の家出を黙認したり、それらは全て貞治が二人を愛しているからかもしれません。もし貞治がクソクソ親父ではなくちょいクソ親父程度だったとすると、気になるのは清次の追放の真実です。完全に妄想ですが、こんなやりとりがあったのかもしれません。しかし打ちのめされた清次は貞治が進める前を向いた責任の取り方ができませんでした。清次は自ら戸川を出ます。貞治は清次の背を見送り、こう落胆します。